S 型女房。昔、あるところに若い木こりがいました。木こりはとても美しい娘と結婚しました。とてもとても美しいですから、木こりは毎日毎日朝から晩まで奥さんを見ていました。あなた、そろそろ仕事へ行ってください。じゃあ、行ってきます。行ってらっしゃい。やっぱり行きたくないです。今日も家にいます。お前のそばから離れたくない。あらあら、今日もですか？結婚してから夫が全然働きませんから、奥さんは困りました。そこで奥さんは紙に自分の姿を書いて木こりに渡しました。私を見たいときはこれを見てください。じゃあ仕事に行ってくださいね。奥さんは絵がとても上手でしたから、その絵は本当に奥さんがそこで笑っているようでした。木こりは喜んでその絵を持って仕事に行きました。少し働いて絵を見て、また少し働いて絵を見ました。あるとき、強い風が吹きました。待って、待って！絵は飛んで、飛んで、お城の殿様のところへ行きました。殿様は絵を見て、一目惚れしました。この美しい女はどこにいますか？連れてきなさい。家来は一生懸命探しました。そして、とうとう木こりの奥さんを見つけました。殿様の命令だ。お城へ来なさい。やめてください。私の妻です。うるさい。家来は木こりを殴りました。奥さんは木こりに桃の種を渡しました。これを植えてください。桃がなったら、お城に売りに来てください。そうして、奥さんは家来たちとお城へ行きました。お城の中で奥さんは全然笑いません。何も言いません。きれいな着物を着ても、おいしいものを食べても、少しも喜びません。殿様は困りました。どうやったら奥さんが笑うか、全然わかりませんでした。それから3年経ちました。ある日、お城の外から大きい声が聞こえました。もも、もも、安くておいしい桃。それを聞いた奥さんはにっこり笑いました。殿様は嬉しくなりました。笑った。ここへ来てから3年、一度も笑いませんでしたが、今初めて笑った。お前は桃が好きか？よし、よし。では、桃を買ってあげましょう。ええ、私は桃が好きです。それに、あの声、面白いですね。殿様はもっと嬉しくなりました。お前の声を初めて聞いた。よし、よし。誰か、あの桃売りをここへ連れてきなさい。桃売りは木こりでした。木こりは殿様と奥さんの前へ行って、大きい声で言いました。桃、桃、安
安くておいしい桃。奥さんはコロコロと笑いました。殿様はもっともっと嬉しくなりました。おい、桃売り、お前の服を貸しなさい。木こりと殿様は服を交換しました。殿様は木こりの服を着て桃のかごを背負いました。木こりは殿様の服を着て奥さんの隣に座りました。桃、桃、おいしい桃。殿様が言うと、奥さんはまたコロコロと笑いました。殿様はもっと大きい声で言いながらお城の外に出ました。そしてお城の周りを歩きながら、桃、桃と言いました。殿様がお城の門に戻ると、門番が言いました。おい、桃売り、お前はここから入ることはできない。え、私だ、私だ、殿様だ。殿様のはずがあるか。絶対に入ってはいけない。門番は殿様を殴りました。殿様は泣きながらどこかへ逃げました。それから木こりは殿様になって奥さんと一緒にお城で幸せに暮らしました。